私はシルバーストーン医科大学をトップで卒業し、主要科目も選択科目も常に1位でした。教授たちは私を医学界の未来の星と呼びました。涙を浮かべた先生が私の手を握り、あなたは最高の外科医になり、白衣の天使として無数の命を救うだろう崇高で偉大な存在にと言ったのを覚えています。私はすでに主任外科医になる心の準備をしており、年老いて研修生たちに先生と呼ばれながら囲まれている様子を空想すらしていました。なんて楽しい考えでしょう。しかし、卒業する前に黒服の男が私の前に現れ、箱に入ったお金を放り投げました。年俸50万ドルだ。ボスの専属医になってくれ。私は一瞬も躊躇せず断りました。たったの年俸50万ドル？誰をバカにしているのか？今は年収5万ドルしかありませんが、保険もあります。退職したら毎月使い切れないほどの年金が。月給50万ドルだと彼は明確にしました。私は沈黙しました。わかりました。ご主人様はご気分が優れないのですか？すぐに診察に伺います。年金？そんなのどうでもよくなりました。こうしてお金に目がくらんだ私は黒服の男に連れられて屋敷へと運ばれました。しかし、いわゆる CEO は現れず、代わりに出迎えたのは彼の弟身長188センチメートル、肩幅が広く、ウエストが細く、シックスパックに憧れの V ラインを持つイケメンでした。普通、こんなハンサムな男性に会ったら、まずはその美しさを称賛するものですが、私の最初の考えは、解剖の際にこの腹筋がどれだけ弾力があるかということでした。すると、イケメンがゆっくりと手を上げてお腹を覆うのを見ました。彼らは私を専属医と呼びましたが、実質的に使用人と変わりませんでした。ある夜の午前3時、私はぐっすり眠っていると、CEO から電話がありました。電話の渋滞という言葉に私は驚き、何か殺人事件でも起きたのかと思い、携帯電話も取らずに白衣を羽織り、医療バッグを手にドアから飛び出しました。動きが早すぎて、警備員は幽霊を見たと思い、翌日には住民グループチャットで祈祷師を探して厄払いをしてほしいと頼んでいました。しかし、到着してみると、CEO とその愛人がソファで寄り添っているのを見つけました。私を見ると、愛人は涙を浮かべて指を差し出しました。そして、CEO の冷たい声が響きました。早く治療しろ。治せなければ、お前たち全員を彼女の共にさせる。私はかすかに見えるかすり傷を黙って見つめました。まさか死罪になるような罪ではないでしょう。普通なら、こんな小さな傷は見向きもしないし、まして治療なんてしません。それで死ぬと言われるなんて。私のためらいに気づいたのか、CEO はためらうことなく札束をテーブルに放り投げました。今すぐ治療しろ。私はすぐにしゃがみ込み、医療バッグを開きました。かしこまりました。畜生、私はただの金に屈した女だ。その大事な指に慎重に絆創膏を貼っていると、見上げた先に見覚えのあるハンサムな顔が目に入りました。黒服の男が初対面で紹介してくれましたローガン・クインシー、CEO の弟です。どうやら芸能界で名を挙げているようで、彼の顔は多くの商品パッケージで見たことがありました。確かにハンサムですが、その時は本当にむしゃくしゃしていました。なので、表面は笑顔を保ちながら彼にうなずきました。しかし、心の中ではこう呪っていました。何見てんだよ。そんなに見てたら、お前の頭を切り落として兄貴の墓に詰めてやる。死ぬならお前も道連れだ。ローガンの完璧な表情に明らかなひびが入りました。彼はためらいながら私を見つめ、次に隣にいる兄を見ました。彼は尋ねました。兄貴、死にかけてるの？予想通り、
彼は屋敷から放り出されました。私もです。彼はバカな質問をしたから追い出されました。私は邪魔者扱いされただけでしたが、それは理解できました。午前4時の早朝は特に寒く、空もまだ明るくなっていませんでした。そこで、寒風の中、白衣一枚の私の隣に、身長188センチメートルのイケメンが立っていました。以前なら胸がときめいたかもしれませんが、今は過労の従業員として、死体よりも重い恨みしかなく、ローガンと関わる気は全くありませんでした。私はただ礼儀的に挨拶しました。クインシー様、他に用がなければ失礼します。何かありましたら、お気軽にお電話ください。目を笑みの形にしましたが、残りの言葉は飲み込みました。心の中では考えていました。これはただの社交辞令だ。つけ上がるなよ。それとあんたの兄貴だが、これからまた夜中に血も出ないかすり傷で起こそうものなら、一族全員を解剖実習室の死体として送り込んでやる。お前が最初だ。ローガンはゆっくりと視線をそらし、もう私を見ようとしませんでした。しかし、彼の脇で震える手が彼の本心を表していました。完璧な表情を保ちながら、私は電動スクーターのキーを取り出し、スタイリッシュにエンジンをかけ、アクセルをひねり、出発しようとしました。残念ながら、アクセルをひねりすぎたのか、スクーターは反応せず、その場に止まったままでした。何度か試しましたが、完全に壊れたことを確認しました。インジケーターライトすら点灯しません。このスクーターをたった2日前に買ったばかりでした。月給50万ドルと内容不明のこの仕事のために、私は大枚3800ドルをはたいて露天商から中古の電動スクーターを買ったのです。今ではショートしてしまい、どうやっても動こうとしません。背中に刺さるような視線を感じ、見なくてもローガンが私を見つめ、なぜまだ出発しないのか不思議に思っているのだとわかりました。私の脆い自尊心は、スクーターから降りて押すことを許しませんでした。それは、あまりにも恥ずかしいからです。なので完璧な解決策を思いつきました。ローガンに見えないように足を伸ばし、蹴って前進しようと試みました。結果は、スクーターは動くことが判明しましたが、自分の体重と脚力を大幅に過小評価していました。2分間努力した結果、約5センチ前しただけでした。諦めようとしたその時、煩わしくも心地よい男性の声が背後から聞こえました。ガードナー先生、岸に上がりたがっている亀のように見えますよ。私は黙ったままでした。心の中では思いました。役に立つこと言えないなら、口を開くなよ。結局、蹴って進んで逃げることはできませんでした。電動スクーターは重すぎて、続けても足の筋肉がバカみたいに発達するだけです。なので、スクーターから降り、ローガンの方を向くと、作り笑いもすでに消えていました。驚いたことに、彼は歩み寄り、私のスクーターを調べ、キーを試しました。それから親切に教えてくれました。接続の問題ですよ。修理する必要があります。一瞬、感動して、彼が何か解決策を考えてくれる素晴らしい人だと思いました。しかし、彼は続けました。私は絶対に直せないので、あなたが蹴って戻るしかありません。出口はあちらです。幸運を。私の笑顔は凍りつきました。何様のつもりだ？うせろ。彼は良さそうに見えましたが、実際に手を貸すほど親切ではありませんでした。一瞬、彼の顔にずる賢い表情が浮かんだような気がしました。懸命に平静を保ち、答えました。ありがとうございます、クインシー様。さようなら。そして、動かなくなったスクーターを押し、暗闇の中を一歩一歩進み始めました。約10秒後、またあの嫌なやつの声が響きました。早くした方がいいよ。
もうすぐ清掃員が来るから邪魔するなよ。誓うけど、彼の弱みを握ったら終わりだ。なぜか、ネットではいつもローガンがすごく忙しいと言われています。撮影現場とイベントを駆け回り、1日が48時間あるかのように動き回っているそうです。しかし、CEO の兄が私を呼ぶたびに、この男は別荘でのんびりしているのを見かけます。まるで私が来るのを知っているかのようです。私がドアを入るとすぐに、彼は階段をゆっくり降りてきます。それから手すりにもたれて、面白そうに私が叱られるのを見ています。ちょうど今のように。最近、君に甘すぎたのか？飯も食わないのか？死にたいのか？ CEO がうなるように言い、向かいの女性の顎を乱暴につかみました。か弱い女性の目には涙が浮かび、彼の視線に逆らって見つめ返しました。花びらのような唇は何があっても決して開きません。どうやら二人はかなり長い間行き詰まっていたようで、テーブルの上の料理はすでに冷めきっていました。そっと後ずさりして、彼らが解決するのを待とうとしたその時、CEO が突然私に向き直りました。ガードナー先生、彼女の腹を切り開いて、無理やり飯を詰め込め。そうすれば消化しないはずがないだろう。私は固まってしまいました。待って、何？ちょっと整理させて。金持ち連中はみんな頭がおかしいんじゃないの？私が返答する前に、そのか弱い女性は涙でいっぱいの目を CEO に向けました。それなら死なせてください。どうせ私はあなたにとっての代わりに過ぎないんですから。CEO は歯を食いしばりました。甘やかしすぎたからそんな口が聞けるんだ。彼は私に向かって命令しました。ガードナー先生、彼女に麻酔をしろ。眠らせて俺をイライラさせないようにしろ。私は慎重に答えました。社長、麻酔は軽率に使うものではありません。言い終わらないうちに、札束が数束、私の前に落ちました。CEO がどこからともなく現金を取り出す能力に感心しながら、私はためらわずにキットから鎮静剤を取り出し、女性の首筋に注射しました。彼女はぐったりと倒れ、CEO は素早く彼女を抱き留め、うなるように言いました。これが罰だ。次に逆らったら後悔させるからな。私は彼らの愛憎劇に巻き込まれる気はなく、こっそり抜け出そうとしましたが、顔を上げると、ローガンが彼らの後ろで現金を差し出しているのを見ました。どうやら後ろからお金を渡していたのは彼だったようです。3人全員に鎮静剤を打ってしまおうか、それでお金を持って逃げる。CEO はこのくらいの額は気にも留めないだろう。そして、この男が意識不明の間に何発か蹴って鬱憤を晴らす。金も手に入るし、復讐もできる一石二鳥だ。私はこの悪巧みに心の中で交渉していて、ローガンの曇った表情に全く気づきませんでした。彼の視線は私の手に光る針に落ち、喉仏が緊張して動きました。彼は残りの2束の札束を私に押し付けました。受け取って、早く行け。その口調は、まるで恐ろしい獣に遭遇したかのように緊迫していました。私は喜んで2束を受け取り、今日の収入を計算しながら医療バッグにお金をしまいました。この男がそんなに分別があるとは思わなかった。頼んでもいないのに進んでお金をくれるなんて。そういうわけなら、電動スクーターの件はしぶしぶ許してやってもいいかもしれない。考えが終わらないうちに、鎮静剤が効いて女性が後ろに倒れました。CEO は彼女を受け止めようと素早く交代しました。不幸なことに、彼は私にぶつかり、ローガンが私の後ろに立っていました。なので、私はよろめいてローガンの胸にぶつかりました。彼のコロンの心地よい香りが一瞬にして鼻を満たしました。倒れる直前の一瞬、
彼が私を受け止めようとするように手を挙げたのを見たような気がしました。しかし、私たち二人とも、私の手にまだ半分残った鎮静剤の注射器のことを忘れていました。私が体を起こし、手が空いているのに気づいたとき、見下ろすと針がローガンの腕に刺さっていました。私は長い間言葉を失いました。もしかするとお金のことは忘れて、ただ逃げるべきかもしれない。しかし、逃げる機会は得られませんでした。ローガンは私の心を読んだかのように、私が逃げ出そうとした瞬間に私の手首をつかみました。どこへ逃げるんだ？お前のせいで俺はこんな状態だ。責任を取らないのか？私は驚いて目を見開きました。どんな責任だよ？私も被害者だ。しかしローガンはガンナでした。お前が自分で針を刺したんじゃないか？お前が持っていなければ、ぶつかった時にこんなことにはならなかっただろう。私は少し後ろめたい気持ちになり、彼の言う通りなのでどう反論していいかわかりませんでした。ローガンは私の手首の握りを強め、明らかに私が本当に逃げ出すのを恐れているようでした。彼の腕に浮き出た血管が見えました。あそこに注射針が刺さっていなければ、なかなか魅力的だったでしょう。私の視線が針に落ちるとすぐに、ローガンは手を伸ばして冷静にそれを抜きました。私は彼が仕返しに私を刺そうとするのではないかと怖くなり、急いで後ずさりしようとしました。彼は面白そうな表情で私を見つめ、それからさりげなく注射器を近くのゴミ箱に完璧なコントロールで放り投げました。兄貴、君の医者を少し借りる。後で返すよと彼は CEO に言いました。CEO は気絶した愛人の世話に忙しく、返事をする暇もありませんでした。彼の沈黙は同意を意味しました。なのでローガンは私を引きずって連れて行きました。ちょっと待てよ。いつから医者は借りたり返したりできるものになったんだ？頭の中で様々な考えが駆け巡り、ローガンが復讐を決意したらどうなるか必死に考えました。例えばCEO 小説のように、ヒロインをおもちゃとして監禁するような祖父の3頭の黄色い牛と4頭のメス豚、2匹の犬を誰が相続するのか考えていました。ローガンが私を2階に引き上げているとき、彼は突然足を取られて転びそうになり、私も巻き添えにされそうになりました。私はこっそり手すりを握りしめました。私はまだ死ぬ準備ができていません。ローガンは振り返って私を見つめ、耳の先が理由もなく赤くなりました。あなた CEO 小説を読みすぎなんじゃない？私は驚きました。どうして知ってるの？ローガンは唇を強く結び、少し眉を潜めて私を上から下まで見ました。そういうエロチックなものはあまり読まない方がいい。体に良くないよ。私は真剣に答えました。欲望を持つのは普通です。長く抑えすぎると問題を引き起こします。ひどい場合、勃起不全になることさえあります。まさかあなた。ローガンは私の手をさらに強く握りしめました。彼が私たちの後ろのドアを鍵で閉めたとき、私は本当に彼に悪意があると思いました。しかし、実際には彼は私に薬を塗るのを手伝ってほしいだけでした。傷は彼の腰のあたりにあり、自分では届かず、兄に頼むのは恥ずかしかったので、この不快な任務は私に回ってきました。なんだ、がっかりしたか？と彼は尋ねました。私は答えず、ただ彼の横腹の傷の位置を見つめました。そこを切れば、腎臓が完璧に見える。薬を塗った後、私は黙って彼の腎臓をどうやって取り除くか考えていました。私の知る限り、私の大学の解剖実習室では腎臓の標本はかなり不足しています。ローガンが彼を使っていないのなら、寄付するのは善行でしょう。ローガンは素早くシャツを掴んで着ると、驚いた様子で私を見つめました。もっと陰惨なこと考えられないのか？
私は困惑しました。私が何を考えているか、どうして知ってるの？ローガンは慌てて視線をそらしました。あなたの表情がちょっと怖かったから。私は突然悟りました。さすが、芸能界の人々は観察力があるんですね。